皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ。研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方界で恐れられるヤクザについて解説していきますよ。ヤクザというと、組織を形成して暴力的な職業としてよからぬことを企んで、利益を得ている者たちのことだけど一体どんな奴らなのか、学んでおかないと怖い目に遭うかもだから気になるぜ。視聴者さんも彼らに危険な目に遭わないためにも一緒に学んでいきましょう。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは、早速授業スタートです。それではまずはじめに紹介するのは、東方騎系14面ボスで、畜生界で名を馳せる組織の一角である騎血組の組長吉長や知恵です。自己たちに用意した動物霊であるカワウソ霊にとっては上司で、狼霊と大足霊にとっては敵対組織のリーダーということになりますね。霊夢部長、もしかしたら吉長や知恵に出会うことになるかもしれないから見た目の特徴を教えてくれよ。肩にかかる程度の金髪のショートヘアに紅色の瞳をしていて、右の前髪がやや長いのが特徴です。服装は、右胸に水色のリボンがついた水色の巻きカット送風のトップスにミントグリーンのスカート。足元は白のソックスにストラップシューズ。そして特徴的な要素として竜の角と尻尾を生やし、背中には竜の鱗でできた亀の甲羅を背負っていますね。なんで亀の甲羅なんて背負っているんだ？もしかして亀川流のトレーニングか？や知恵が亀川流なわけないでしょ。着脱式なのかは不明だったのですが、なんと背負っている甲羅は自前の本物なので取り外しはできないようです。奇襲や相手が注意を払っていないところを攻めるのが得意とする気血組のトップであり、セリフなどからも狡猾、クール、ダークな性質が伺えます。視聴者さんもこの顔にピンときたら、妖怪を退治専門とする白霊組に連絡するようにしてください。白霊神社の少女は妖怪退治専門じゃなくて本名巫女だよ。作中では時期を畜生界へと案内する役目にあり、時期たちには敬語で話すなど一見穏健そうな態度を見せますが、実際はほぼ全てを見下しているらしいですね。また慶賀組の正木や、翌同盟のユーマは自ら率先して動く行動派なのに対し、こちらは頭脳派集団で、いわゆるインテリヤクザのリーダーということもあってか、他者を動かすスタイルですよ。彼女の逆らう気力を失わせる程度の能力にも、その方が合ってるだろうしな。途中、水中、暗闇等からの奇襲を得意とするカワウソの霊たちの組織であり、吉長や知恵を組長としますよ。そして空手こそが最短最良を鉄の掟としている手前、正面からの殴り合いを好まず、卑怯な策や絡め手を多用する頭脳派の集団であり、力任せに戦う慶賀組とは仲が悪いですね。ほう、力を自慢とする狼霊の慶賀組とは仲が悪いのか。そのことに関して派慶賀組を率いる黒子正樹からは、根性のひん曲がった奴ばかりだと酷評されていて、さらに異変解決に赴いた魂魄用務の主人である西洋寺ゆゆ子からも、平気で人を欺くヤクザ、と評されていますね。おっとりしているゆゆ子もそういうほどなんだから、相当悪いことをしているんだろうな。気血組にとって人間はなんと道具でしかないことから、それを束ねるや知恵も冷血な性格であると思われますね。一見セント君の超美人バージョンみたいな顔してるのになかなか冷徹なのか。セント君の美人バージョンって何？彼女たちは主に畜生界で活動をしています。東方における畜生界は、動物霊たちが複数の組織に分かれ、日々争いを繰り広げる弱肉強食の世界となっていました。一方、動物霊たちと一緒に畜生界に送られていた人間霊たちは、各組織から餌、道具、奴隷と散々な扱いを受けて絶滅危惧種となり、霊長園なる施設に押し込められると、ヒエラルキーの最下層に追いやられていたのです。主人公たちには常に敬語を使い、畜生界に案内してあげていましたが、完全に見下して利用しきっていました。さすがはインテリ系ヤクザってところだぜ。それにしてもヤチエってあの角と、亀の甲羅が特徴的だけど何をモデルにしてるんだ？彼女のモデルは中国の広東に生息していると言われている、亀の体と甲羅を持った竜。要するにドラクエに出てくるガメゴンですね。納得感がやばい。竜が産む2つの卵のうち、一方が竜となりもう一方が吉長になるとされ、基本は水生ですが樹上にいることもあります。食用には向かないのですが、漢方薬の材料になるとされていますね。ほう、漢方薬にもなるのか。また、なぜか同じ吉長でも竜でも亀でもなく綺麗な鹿に浴場し、皮に体液を出すという生態を持っています。それってカルピスのことだよな。絶妙な例え。ちなみに、例によって幻想郷の最高神である友人とヤチエの関係は不明ですね。もし繋がりがあるなら友人様の使いである長江育とも関係がありそうだぜ。彼女は通称ヤチエ、組長と呼ばれていますね。
二次創作では、八千恵自身は全てのものを見下す性格でありながらも、元ネタなどからネタキャラとして愛される傾向にありますよ。絶対 R18 の同人誌で大活躍じゃん。ビジュアルからクッパや、メイドラゴンとも言われていますね。ぜひとも八千恵にもメイド姿になってもらいたいものですね。命を引き換えとすることになるけどね。それでは、次に紹介するのは東方奇形獣のエクストラボスの黒駒咲です。種族は黒馬、というより馬の動物霊ですね。たかが馬子と思っちゃいけませんよ。なんと彼女、畜生界において最上位に位置する四大組織の一つ、慶賀組組長なのです。待って。四大組織ということは慶賀組、秘訣組、強力同盟、を除いてあと一つ組があるのか。まだ正体は不明ですが、彼女たちに引きを取らないとなるとかなり実力派の組織でしょう。そして黒駒咲は、慶賀組の組長なだけあって狼霊にとっては上司、カワウソ霊と大足霊にとっては敵組織の上司ということになります。組長の黒駒咲をトップとし、脚力と牙、強靭な肉体が特徴の動物霊たちによる畜生界の一大組織なのですよ。そんなやんちゃな奴らを従えているまさきは、非常におっかないキャラなんだろうな。そう、力さえあれば誰でも幹部にのし上がれるところから、究極の弱肉強食を体現した畜生界にあって、完全な実力主義の組織といえ、部下曰く畜生界最強の組織。そんな中でトップにいる彼女は思い立ったらすぐ行動する性格で、部下の考えや手柄も尊重するため、組織の上司の中では人気があるようですね。そして彼女の熱々鉄板ギャグは、組織は超絶ホワイトさ、上司は漆黒の天場だけどな。レイムさんより面白いじゃん。ただし、ズンさん曰く仕事はブラックとのこと。いやブラックなのかよ。ケーキが倒された時、真っ先に畜生界を支配してしまおうと考えるなど、筋肉バカ的な一面もありますね。また、敵だろうが味方だろうが実力のあるものが好きで、八千恵ともケーキとも相性は悪いですが、強さには敬意を払っているようです。やっぱりまさきにとって、インテリ系と芸術系とは相性悪そうだもんな。ちなみに、この自慢の黒髪と翼はいつも手入れしていて、非常に綺麗好きなのでしょう。そして服装は、頭にカウボーイハットをかぶり、首に白色のスカーフを巻いていますね。服はパフスリーブの水色プラスピンクプラス茶色チェックの布地を三角の縫い目でつなぎ合わせたワンピース、その下にはカーキ色に近い色のミニスカートを着用。靴はカウガールらしくロングブーツを履いていますよ。そういえば、なんでカウガールなんだよ。馬ということでカウガール風の服装になったらしいです。それは馬じゃなくて乗る側の服でしょ。的確なツッコミ。ズンさん曰く、筋肉バカらしいですが、性格は悪くなさそう。畜生界では一番安心感がある、とのこと。まあ裏表がない性格だから信頼感はあるだろうな。秘訣組のカワウソ霊からは、慶賀組は獣らしい獣の集団で、力しか取り柄のない筋肉バカ組織、慶賀組なんてただ暴力が好きなだけのそのまんま暴力団。強力同盟の大足霊からも生き方に何の誇りも持っていない、暴力集団と言われていますね。実際、本編ではケーキが倒されたと知るや否や、慶賀組が畜生界を支配するのは時間の問題と考え、さらに地上を視察して可能であれば、支配しようと行動を開始するという短絡さを見せていました。まさきは行動力の塊だけど状況判断は少し劣りそうだぜ。状況を正確に把握できていない上に、下手をすれば八千恵の策と、異変を解決した主人公たちの頑張りを台無しにしかねない行為だったのですよ。彼女自身の性格は一言で言うと豪快な体育会系であり、裏工作の類を嫌い、正面からの激突を好んでいますね。マイキーが好みそうなやり方じゃん。東京リベンジャーズは関係ありません。ケーキを倒した時と同じ戦力じゃないと面白くないという理由で、配下の狼霊に時期のサポートを命令するなど、勝ち負けより戦いそのものを楽しんでいる節がありますね。ところでレイム部長、まさきって一体何のモデルなんだ？おそらく海の黒駒だと思われます。海の黒駒は、古代開国に関係する伝承。古代海が両馬の産地であったことから成立したと考えられている伝承で、海から中央へ貢上された春目を指していますね。大和武の逆織宮伝承と並び、古代海と中央の大和王権との関係を示す伝承としても注目されていますね。なんだ、馬子から輸入されたのかと思ったぜ。それだと暴れ馬だから東方に輸入されたことになるよ。それではラストに紹介するのは、東方強力異分のラスボスである東鉄ユーマです。畜生界の組織である強力同盟の同盟長を務めています。東方奇形獣で匂わせていたが、強力異分で登場するとは衝撃的だったぜ。しかし、同盟のトップならユーマは相当な実力者なんじゃないか？そう、組織力が高く、空中や圧倒的な大きさで俯瞰視点で戦う動物霊の組織ですね。慶賀組、
血組と並んで畜生会を牛耳る三大組織の一角です。彼女のやり方として敵と争うことは極力避け、脅しても通用しない相手なら抱き込もうと試み、無理だと判断すれば表面的でも協力関係を結ぼうとし、それでもダメなら撤退を選ぶという暴力が正義の畜生会では異質の組織であり、全面戦争は本当の最後の手段としているようです。なるほど、やんちゃそうに見えて東鉄は非常に賢いリーダーなのがわかるぜ。頭には青いリボンを巻いた真っ赤な羊の角を持ち、髪の色は白色、髪型はモコモコとした羊毛のように癖っ気の強いセミロング、そして目は赤色で、羊のような横長の黒目を持っていますね。幼い少女のような姿ながら、ギザギザとしたハトリング状のピアスをつけたエルフ耳が特徴的。エルフ耳といえばパルシの最大の特徴なのに、また増えたから妬んでそうだぜ。そのため敵と同盟を結ぼうとするという性質上、空手や暴力等の手段を選ばない他の組織と比べ、実力は劣っていると言われています。しかし、同盟長の東鉄は神様も恐れるほどの実力を持っています。東鉄の率いる強力同盟は漁夫の利がモットーであるため、不誠実かつ卑怯な手段が大好きだと他の組織には敬遠されていますが、部下からは無敵に等しい能力を持っていて、頼りになりすぎるボスと慕われています。東鉄本人は部下を持つことに執着せずに何でも自分でやることを好んでいて、部下たちもこれに感化されてか勝手に行動する者が多いとのこと。そして賢く冷静で、無駄な争いは避ける性質を持っていて、正しく組織を率いるリーダーなんですよ。でも、なぜ強力同盟の実力は他の組織より劣ると言われているんだ？漁夫の利を好む性質によるのもそうですが、先ほども言ったように、敵が脅しても通用しない場合は抱き込むことを検討し、それもダメなら表面的でも協力関係を結ぼうとし、それも難しいと判断した場合は撤退するためであり、全面戦争は本当の最終手段としているからですね。故に弱肉強食が当たり前で暴力こそが正義の畜生界では異質とも言える組織となっているからでしょう。なるほど、本当の実力を隠しているからそう言われているのか。まさに脳ある鷹は爪を隠すといったところですね。東方奇形獣で動物霊たちがハニヤス神経期の対応に追われてる最中。その騒ぎに乗じて東鉄は旧地獄の地底深くに眠っていた石油の海に目をつけ、自身の組織のために独り占めして、集めた石油を使って畜生界のみならず地上の欲を全て自らのものにしようとしていたようですね。さらにユーマの何でも吸収する程度の能力は、飲み込んだものを理解し、自分の力に変えてしまうことができます。簡単に説明すると魔人ブーみたいな感じですね。ご飯を吸収したり、チャオズを吸収したりして力を上げるような感じです。いやチャオズは吸収されてなかったけどね。彼女自身も貪欲の塊であり、欲がある限り再生するため滅することは実質不可能らしく、攻撃すらもその貪欲さゆえに吸収してしまうため、成功法では倒すことすらできず、まさに無敵に等しい能力と言えますね。実際に強力異分では、彼女をきっちりと倒せたものはわずかですよ。これは東方プロジェクト最強キャラに組み込みそうだな。ヤクザ組のモデルって結構珍しいモデルが多いけど、東鉄はどんな怪物なんだ？リアルの東鉄というのは、中国神話の怪物。体は牛か羊で、曲がった角、虎の牙、人の爪、人の顔を持つとされています。東鉄という名前のムサボは財産を貪る、テチは食物を貪るという意味を持つため、何でも食い尽くす魔獣として言い伝えられています。まさに何でも吸収する程度の能力はぴったりじゃん。でも、西洋寺ゆゆ子もそんな能力じゃなかったか？あの人は何でも食らう程度の能力ですね。竜も食べようとしていたしな。さて、今回の授業はここまでにします。視聴者さんも好きな組があれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。